はい、お疲れ様です。西田前の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、ちょっとお知らせです。ですね、以前からね、要望のあったね、この犬用のドッグアイシート、これをね、新たにね、販売を開始しました。なんだけど、これね、今まで販売しなかったのにはちょっと訳があってですね、猫のね、アイシートもそうなんだけれども、僕のアイシートは基本的に写真紙で作っています。印刷してね。で、何が起きるかっていうと、インクっていう特性上ね、どうしてもレジンとかボンドをつけちゃうとちょっと変色してしまうのね。相性もあるんだけれども、で黒が紫になってしまうっていう特性があります。でそれを防ぐために僕が推奨しているのはポスカ。これをね使うと黒目がね変に光ったりせずに自然な感じで目玉を作ることができますよっていうところでね推奨しています。でその使い方、そしてこのドッグアイの作り方も含めて今回動画にしています。ちょっとねこれをね販売にね至らなかったのは本当にその紫になることが僕は解消できるけど他の人が使ったら多分ね解消できないんじゃないかなと思ってたんでやめてたんだけども、まあポスカを使えば解消できるので、あとねこれ実際の本編の中でも言ってるけども、今回販売したシート、これ見えるかな。実はねこの黒目の縁に白っぽくね円を描いてます。要はこれを使うことを前提としたシートです。これでこの縁に沿って塗り絵のように塗りつぶしてくれたら綺麗な左右均等な黒目が作りやすいですよっていうので、まあこういう仕掛けにしてあります。というわけでね、本編の方で詳しく説明しているので、ドッグアイシート、これね興味あるな、使ってみたいなっていう人はしっかりこのやり方を真似してやってもらわないと、そのまま使っちゃうとね紫の色のね目玉になっちゃうから、このセットで使うようにしてください。はい、それではね説明の方入ります。はい、お疲れ様です。西田前の北川です。今日はね新たに販売を開始した犬用のアイシート、ドッグアイシート、これのね使い方とメリットデメリットをね解説したいと思います。でこのチワワの目のように、以前の動画でもやったけども、こういう白目を作り方、これね何パターンかやりました。一つはアイシートとかで目玉作って外側に樹脂粘土とかつけてそれをくっつけることで、立体的な白目を作ることができますよっていうのが一つと、もう一つはレジンで作る白目、これもね解説をしました。いずれにせよねちょっとなかなか慣れないとね練習が必要なやり方なので、ちょっとねハードル高いなっていう人もいると思います。で今回はねさらにこれがそうなんだけども、アイシートだけですごく簡易的に白目を作ることはできます。これ白目出てるよね。これはどういうことかというと、先にちょっと説明してしまうと、こういうふうにこれねアイシートはレジンで貼り付けるんだけど、こういうふうにレジンはみ出るでしょ、外側にね。これをそのまま切ってこの部分を白目として表現するために使う。するとねこれがまさにそうなんだけど、こういう風な表現でも使えますよっていうところです。はい。では白目についての解説はちょっと終わりで、ここからはちょっとねこの新たに販売したこのアイシートの使い方、これをねちょっと解説していきます。で写真紙に印刷をして作っています。なんだけどどうしてもインクという特性上レジンとかボンドを入れてしまうと、相性もちょっとあるんだけどね、こうやってねこれ見えるかな、色が紫になってしまうんだよね、黒が。でこっち側のこの列、この縦列、これが印刷したその上に直接レジンで装着しています。でこの列に関しては黒目の部分、ここだけを極細のポスカ、これで塗りつぶして、それからレジンで貼り付けています。これ色の違い分かります？で上からね黒目の大きさが変化してどんどん大きくなっていくんだけど、瞳孔の大きさを変化させてるんだけども、どうしてもねペイントしないとただの紫の目になってしまう。
だから必ずこのアイシートを使うときはポスカ、これとセットで使うようにしてください。販売しているアイシートはね、このようになっています。ちょっと画面じゃ分かりにくいかもしれないけど、このね、黒目の周辺に白くね、この枠組みがあるんでね、円の。で、これは何かっていうと、これになぞってポスカで色を塗ってくれれば綺麗に塗り絵のようにはみ出たりしないで描くことができますよっていうところでね、この要はガイドとしてこの線を入れています。はい、それじゃね、実際にね、塗っていきます。で、このね、白い線、この上をなぞるようにして、まずはね、この白い線をきれいになぞってください。で、この線を消すように描いてくださいね。この線を消すように、まずはぐるっと描いて、で、一周したら、その中をしっかり黒く塗りつぶしてあげる。で、これで乾くまで待ってあげる。で、インクはね、必ずしっかり乾かすこと。これ乾いてないうちにレジン垂らすと滲んじゃうので、で、しっかりインクが乾いたらレジンを垂らしていきます。これぐらい。気泡が入らないように。ガラスカーボションを上からポンと落として、真上からね、ぐっとね、押し付けてやると、全周にね、こうじわっとレジンが広がるので、そして、この中に気泡が入っていない状態をしっかり確認して、位置を合わせたら、レジンライトで照射して待ってあげる。はい、照射が終わったら、こんな感じなので、あとは、ハサミで切り取っていくだけです。まずざっくりとね、周り大きく切って、そして、例えば、このようにね、目の内側に白目を表現したいなら、内側になる方を少し、このね、はみ出たレジン、これをあえて残して、で、あとは余分なところは切ってあげる。ギリギリ、ガラスの縁ギリギリやっちゃうと、せっかくレジンでくっつけたのがね、剥離しちゃうので、まあ1ミリぐらい残しておくといいです。で、これ長ければね、もう少しカットすればいいから、ただそのカットするときね、剥離しないように慎重にやってください。で、これなんかそうなんだけれども、今この状態。こうやってね、今切り出したものと同じように、こういう状態のものが入っています。これを白目を出したい方に入れてあげて、このように入れるだけで、まあ簡易的に白目が作れますよっていうので、そこがね、まあアイシートの、まあ、利点といえば利点かなっていうところですね。まあこのような感じで使ってください。ちょっとね、手間がかかるけれども、まあその分ね、絵の具とか出してね、いちいちやるの、僕ね、すごくめんどくさくて、めんどくさがりなもんだから、その手間を省きたくて、まあ僕はアイシートっていうのをね、使ってるんだけどね。まあ、ちょっとね、販売してほしいっていう声がね、結構前からあったので、まあ、ちょっとね、手を加えないと、どうしても紫になっちゃうから、まあ、このようにして使うとね、使えるのでね、ぜひ使ってみてください。はい。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。